さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。128回目の今回は、前回のイチロー選手の後編となっているよ。今回はメジャーに移籍したところからの解説になるよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。イチローは2000年11月10日に、日本人初のポスティングシステムによる、独占交渉権をシアトルマリナーズが獲得。19日に3年契約で合意し、28日に渡米。正式契約を結び、日本人野手初のメジャーリーガーとなったよ。背番号はオリックス時と同じ51となったよ。2001年4月2日のアスレチックスとの開幕戦に、1番ライトで先発出場。第4打席にメジャー初安打を放ち、第5打席にはバント安打を決め、2安打1得点でチームの勝利に貢献。4月11日には三塁を狙った相手走者を送球で刺して、大きな話題を呼んだよ。そして4月から5月にかけて、2ヶ月連続でこの年から制定された、ルーキーオブザマンスを受賞。オールスターでは、ファン投票で337万票を獲得両リーグ通じて、1位となる得票数で初選出。先発のランディ・ジョンソンと対戦し、内野安打と盗塁を記録したよ。8月28日には200安打に到達。9月8日には、1996年にアレックス・ロドリゲスが記録した球団最多安打記録の215安打を更新。また8月と9月に、2ヶ月連続で月間新人 MVP を受賞する活躍で、シーズン116勝で、チームの地区優勝に大きく貢献。この年、1930年以来となるシーズン242安打を放ち、MLB の新人最多安打記録を更新するとともに、アジア人打者初の新人王を受賞。さらに首位打者、盗塁王、シーズン MVP、シルバースラッガー賞、ゴールドグラブ賞と、アジア人初のタイトルや表彰を獲得したよ。また打率3割5分は、ア・リーグ1年目選手の歴代最高打率。新人王と MVP に同時に選出されたのは、イチローの他には、1975年のフレッド・リンのみで、新人王と打撃タイトルの同時受賞は6人目だったよ。2002年は5月に月間打率4割4厘を残すと、26日に打率と出塁率でリーグトップ。しかし8月から調子を落とし、9月22日のエンゼルス戦で、2年連続の200安打を達成したが、チームも8月から失速。最終的にリーグ4位の打率3割2分1厘を残し、208安打を打つも、最多安打のソリアーノにはあと1本及ばなかったよ。2003年は4月に打率2割4分3厘と低調だったが、5月から調子を上げ、16日にはメジャー通算500安打を達成。オールスターのファン投票では、新人から3年連続で両リーグ最多得票を獲得。9月20日に3年連続で200安打に到達したものの、最終的にはリーグ7位の打率3割1分2厘、212安打に終わったよ。2004年は前年と同じく、4月は打率2割5分5厘と低調なスタートとなったが、5月には調子を上げ、日米通算2000安打を達成するよ。8月3日には首位打者に浮上し、26日には MLB 史上初となる、デビューから4年連続200安打記録を、本塁打で自己最速で達成。そして10月1日に、256安打としていたイチローはレンジャーズ戦で、第1打席に安打を放ち、第2打席にセンター前に弾き返して258安打とし、これにより84年間破られることのなかった、ジョージ・シスラーの、メジャー歴代シーズン最多安打記録の257安打を更新したよ。最終的にチームは地区最下位に沈んだが、自身は安打数を262安打で、シーズン最多安打記録を更新。また打率3割7分2厘を残すと、MLB では3年ぶり、2度目の首位打者を獲得。2005年は4月に、打率3割5分6厘と好調だったが、5月に調子を落とすも、6月14日には、MLB 通算1000安打を達成したよ。オールスターではファン投票4位となり、初めて選手間投票での選出となったよ。最終的にはメジャーでの自己最多となる、シーズン15本塁打を記録した一方で、自己ワーストの打率3割3厘、206安打に終わったよ。また5年連続で、5度の200安打100得点30盗塁は89年ぶり、連続記録としては史上初だったよ。2006年は、同年初めて開催された第1回 WBC の日本代表に選出。イチローはこれまで国際大会については、オリンピックはあくまでもアマチュアのための大会。自分はプロという考えで、オリンピックなど、国際大会への参加を断り続けていたが、WBC は MLB 主導による、プロの初の世界大会とあって進んで参加。一時リーグこそ本調子でなかったものの、試合が進むごとに調子を上げ、アメリカ戦では先頭打者本塁打を記録。決勝のキューバ戦では、1点差に詰め寄られた後に突き放す敵地打を放ったよ。最終的に一次予選から決勝まで、すべての試合で安打を記録し、打率3割6分4厘、1本塁打、5打点、5盗塁を記録して、外野手部門のベストナインに選ばれたよ。シーズンは、5月に MLB 通算200盗塁を達成。8月29日には MLB 通算400単打を、928試合目で達成。これは6年目では MLB 最速だったよ。9月7日には日米通算800単打も達成。16日のロイヤルズ戦で、MLB 史上3人目となる、6年連続200安打を達成。またこの試合で盗塁を成功させたことで、33連続盗塁成功となり、ア・リーグ新記録も達成。
最終的に、2年ぶりのリーグ最多安打となる224安打と、リーグ6位の打率3割2分2厘を記録。2007年5月3日に、41連続盗塁成功を達成し、シーズンをまたいでの、アリーグ連続盗塁成功記録を更新したが、5月18日のエンゼルス戦、7回裏に盗塁死になって、連続盗塁成功記録は、45でストップし、メジャー記録の更新はならなかったよ。7月11日に、7年連続で出場したオールスターにおいて、オールスター史上初の、ランニング本塁打を含む、3打数3安打2打点の活躍で、オールスターゲーム MVP を受賞。7月29日には MLB 通算1500安打を達成。9月3日のヤンキース戦では本塁打を放ち、史上3人目の7年連続200安打を達成。最終的に首位打者争いには敗れるも、リーグ2位の打率3割5分1厘と238安打を記録。また MLB 史上初となる、3度目の230安打以上を達成。また2001年以来2度目となる、シルバースラッガー賞を受賞。2008年は5月終了時点で、打率2割8分4厘と、メジャー8年目で初めて打率3割未満で6月を迎えたよ。6月11日に MLB 通算300盗塁を達成。16日には日米通算500盗塁を達成。9月26日のアスレチックス戦では、8年連続100得点を達成。同一シーズンでの200本安打100得点を8回記録したのは、ルーゲーリッグ以来2人目、連続記録としては史上初だったよ。シーズンを両リーグトップタイの213安打で終了し、MLB タイ記録となる、3年連続最多安打と、史上初となる、3年連続両リーグ最多安打を記録したよ。またシーズンを終えての連続記録を、打率3割、200安打、100得点、30盗塁、オールスター選出、ゴールドグラブ賞について、8年連続と伸ばしたよ。2009年は、シーズン開幕前の3月に開催された、第2回 WBC の日本代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たしたよ。しかし練習試合から全く安打が出ず、大会開幕後も、打率2割前後と絶不調の状態が続いたが、監督は全試合でイチローを1番に起用し続け、決勝の韓国戦で、6打数4安打、延長10回に決勝の2点的自打を放ち、日本の連覇に貢献。WBC 終了後、マリナーズに合流し、プレシーズンゲームの数試合に出場したが、WBC の影響から、疲労により体調を崩すと、4月3日に精密検査を受けた結果、胃に出血性の潰瘍が認められ、自身初の故障者リスト入り。復帰戦となった4月15日のエンゼルス戦で満塁本塁打を放ち、張本が持つ日本最多安打記録の3085本に、日米通算で並び、翌16日のエンゼルス戦で安打を放ち、3086本として、安打日本記録を日米通算で更新。6月3日には、自身の持つ球団記録を塗り替える、27試合連続安打を記録し、メジャー9年間で最高となる、打率3割6分2厘で前半戦を終了。オールスターゲームにも9年連続の選出を果たしたよ。9月6日に、アスレチックス戦の初回に二塁打を放ち、MLB 通算2000安打を達成。9シーズン目での到達は史上最速、1402試合目での達成は、史上2番目のスピード記録だったよ。9月13日には108年ぶりに更新する、9年連続200本安打を達成。故障者リスト入りしたこともあり、一時は連続200安打の記録更新も危ぶまれたが、シーズンでは225安打を記録。シーズンはリーグ2位の打率3割5分2厘と、MLB 史上初となる、4年連続最多安打を記録。また、2007年以来3度目となるシルバースラッガー賞を受賞した。9年連続でゴールドグラブ賞を受賞。2010年6月5日のエンゼルス戦で、MLB 通算1000得点を達成。9月23日には自身が持つ、9年連続200安打の記録を伸ばし、10年連続200本安打としたよ。10度のシーズン200安打は、ピート・ローズと並ぶ MLB 史上1位タイの記録。安打数は最終的に214安打とし、自身8回目の210安打を記録し、86年ぶりに更新。またゴールドグラブ賞を10年連続で受賞。2011年には、4月2日のアスレチックス戦で、球団最多安打記録を更新する、MLB 通算2248安打を達成。6月15日のエンゼルス戦で、MLB 通算400盗塁及び、日米通算600盗塁を記録。またシーズンを通しては、自身初となる2年連続40盗塁を達成。しかしシーズンは、5月以降一度も月間打率3割を記録できないまま、打率2割7分2厘、184安打で終了。2012年の3月28日、MLB 移籍以降初めて、日本での公式開幕戦に出場。6月19日のダイヤモンドバックス戦では、史上4番目の速さとなる、1817試合目で MLB 通算2500本安打を達成。そして7月23日に、2対1のトレードでヤンキースへ移籍。移籍発表の記者会見の場では、自ら移籍を志願していたことを明かすと、
11年半、ファンの方と同じ時間、思いを共有したことを振り返り、自分がマリナーズのユニフォームを脱ぐと想像した時に、大変寂しい思いになったし、今回の決断は大変難しいものだった。オールスターブレイクの間に、自分なりに考えて出した結論は、20代前半の選手が多いこのチームの未来に、来年以降僕がいるべきではないのではないか。また、僕自身環境を変えて刺激を求めたい、という強い思いが芽生えた、と語り、ヤンキースへの移籍に対して、結果的には一番勝ってないチームから、一番勝っているチームに行くということになるので、テンションの上げ方をどうしようかなと思います、とも語ったよ。また、オリックス時代から使用していた背番号51は、ヤンキースではイチローが憧れていた、バーニー・ウィリアムスが、かつてつけていた番号ということもあり、とてもつけることはできないと誇示し、背番号は31となったよ。移籍当日の古巣のマリナーズ戦に、8番ライトで先発出場。第1打席に移籍後初安打、初盗塁を記録。それ以降はチーム状況に合わせて、ライトやセンターとして出場。7月30日には MLB 通算100本塁打となる、移籍後初本塁打を記録。チームは10月3日の、レギュラーシーズン最終戦にて地区優勝を決めたよ。イチローにとっては、2001年以来の12年ぶりの地区優勝だったよ。シーズンの安打数は、178安打と前年を下回る自己最低記録だったが、打率2割8分3厘と前年を上回ったよ。2007年にマリナーズと結んだ契約が終了し、プロ入り後初めて FA となったオフに、ヤンキースの他に、ジャイアンツ、フィリーズ、さらに日本のオリックスと、中日が興味を示す報道があったが、12月19日にヤンキースと契約を結んだことが発表。2013年3月に開催された、第3回 WBC では、所属球団が決まっていない時期に、日本代表での参加要請を受けたが、11月19日に代表参加自体の意思を正式に表明。僕の中で第2回大会を終えた時点で、3回目の出場は考えられませんでした。今日までその気持ちが変わることはなく、こういう形になりました、と述べているよ。同年7月14日のツインズ戦で、メジャー通算2000試合出場を達成。8月21日のブルージェイズ戦では、第1打席で安打を放ち、日米通算4000本安打に到達。9月20日のレッドソックス戦では、シーズン20個目の盗塁を成功させ、2001年のメジャーデビューから、13年連続20盗塁以上を達成。2014年シーズンは、前年より少ない143試合の出場、102安打となるも打率2割8分4厘と前年を上回る成績を残したが、オフに FA。2015年1月27日にマーリンズと、1年契約を結んだことが発表。背番号はオリックス、マリナーズでも着用していた51となったよ。シーズンでは、様々な打順や代打などの起用に応え好調を維持していたが、夏の時期になり自身ワーストの34打席無安打を記録。10月4日、シーズン最終戦のフィリーズ戦の8回裏に、投手として初めて登板。1回を投げ被安打に、1失点、最速は143キロだったよ。2015年シーズンは、前年より多い153試合に出場したものの、自身最低の91安打、打率2割2分9厘。そして10月6日、マーリンズと翌年の1年契約を結んだよ。2016年には、4月29日のブルワーズ戦で、史上38人目となる通算500盗塁を達成。また6月2日のパイレーツ戦で、日米通算700盗塁を達成。6月15日のパドレス戦で、第1打席で安打を放ち、ピート・ローズの持つ、MLB 通算最多安打記録4256安打に、日米通算安打で並ぶよ。さらに第5打席で二塁打を放ち、日米通算4257安打となり、MLB 最多安打記録を更新。そして6月24日には、6月15日に記録した日米通算4257本目の安打が、プロ野球における、通算最多安打数の世界記録として、ギネス記録に認定されたよ。そして8月7日に、ロッキーズ戦で7回に三塁打を放ち、史上30人目の、MLB 通算3000安打を達成。また、同一シーズンに MLB で、3000本安打と500盗塁を同時達成したのは、史上初だったよ。8月16日、レッツ戦にスタメン出場し、9回に三塁打を放ち、MLB 通算3004安打目にして、MLB 全30球団の本拠地で、安打を記録したよ。29日のメッツ戦では、4回に安打を放った後、10個目の盗塁を記録し、日米通算で MLB 最多となる、23年連続2桁盗塁を成功させたよ。2017年4月19日、マリナーズとの最終戦では、最終打席で本塁打を放ち、この本塁打で NPB 時代から続く、シーズン連続本塁打記録を、25シーズン連続と伸ばしたよ。また松井の760打点を超え、日本人メジャーリーガーで、歴代1位となったよ。6月25日、カブス戦に1番センターで先発出場。これにより、43歳246日でのとしての先発出場は、MLB 史上最高齢記録となったよ。11月3日、2018年の契約オプションが行使されず、マーリンズを退団することが発表されたよ。そして2018年、3月7日に正式にマリナーズとの1年契約が発表。3月14日のジャイアンツ戦では、右ふくらはぎの張りのため途中交代。復
帰直後の3月24日のマイナーリーグの練習試合では、頭部デッドボールを受け負傷退場。その後は15試合の出場で9安打、打率2割5厘。そして5月3日、マリナーズと会長付き特別補佐の契約を結び、選手としては、同年の残り試合は出場しないことが発表されたよ。2019年1月24日に、マリナーズとマイナー契約を結び、3月20日にメジャー契約に切り替わり、20日、21日に東京ドームで行われる、アスレチックスとの開幕2連戦で、共に9番ライトとして先発出場。45歳149日でのメジャー開幕戦先発出場は、千葉ロッテにも所属していたフランコの45歳227日に次ぐ、野手2番目の年長記録となったよ。そして2019年3月21日、MLB 日本開幕戦に出場後、引退を発表。そしてイチローの引退により、オリックスブルーウェーブ時代に在籍した選手が、全員引退となったよ。2019年4月30日には、マリナーズ会長付き特別補佐兼、インストラクターへの就任が発表されたよ。マリナーズでの選手指導をはじめ、傘下の 3A のレイニアーズでも、外野守備走塁の指導や、打撃コーチ補佐、GM のサポートといった職務も任されているよ。9月14日、本拠地シアトルでのホワイトソックス戦前に、球団に貢献し、大きな功績を残した人物に贈られる、特別功労賞の、フランチャイズアチーブメント賞を受賞。引退後も純粋に野球を楽しみたいという理由から、友人と共に草野球チーム、神戸、智弁を設立。イチローは自らオーナー兼監督兼エースを務め、現役時代に神戸市内での自主トレをサポートしていた、友人らで構成されているよ。2021年11月17日に、マリナーズの球団殿堂入りを果たしたよ。日本人では初となる球団殿堂入りで、式典は2022年8月27日の本拠地での、クリーブランドガーディアンズ戦で開催される予定だよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。編集してみての感想は、メジャーでも様々な記録を残し、そこでもファンの記憶に強く残るような選手の一人になったと思ったね。それに、200安打が一つの基準だったこともあって、何年も継続すること自体すごいことなのに、200安打を切っただけでも低迷したと言われる始末。当初はメジャーでは活躍しないだろうと言われていたイチロー選手。そんな予想を大きく裏切る活躍で、メジャーだけでなく、日本にも大きな影響や功績を残してくれた。ウプ主自身も、この選手は50歳までまだまだやれるんじゃないか、そう思ってたよ。まあ、これからも色々なところで活躍していくんじゃないかって、結構楽しみでもあったり。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。